CC ってか CPT ね。どう思う？なんか、それこそさ、ドーピングとかで話題になったりもしたけどさ、どうなんだろうね。なんか、それ負けた人ってどうなんだって話。もう負け扱いでしょ当然。その人に負けても。当然負け扱いじゃん。どうなんだろうね。なんか、まあ、俺は結構そういうのは、怒るとかっていうよりかは、冷めちゃうタイプなんだよね。なんかなーみたいな。なんか、まあ、例えば、じゃあ、カプコンカップ優勝者がさ、まあ、なんか、バレなかったっていうか、その規約に、明記されてないグレーなことをして、まあ、勝ちましたってなった時とかにさ、ずるいじゃんとかじゃなくて、なんか、まあ、所詮その程度の業界なんだなとかさ、結構冷めちゃうんだよね。そういう管理しねえんだな、みたいな。もっと徹底できるじゃんっていうか、投げっぱなしなんだな、みたいな。例えばさ、俺、獣道とかやるときってさ、まあ、やっぱかなり厳密にルールとかをさ、ちょっと考えるっつうか、だから 1P、2P も交代だしね、交代でやるしね。まあ、オンラインのチートに関しては、まあ、難しいんだろうなと思う。だから、ちょっとそれは、なんか、まあ、負けちゃった人がまあもちろん一番かわいそうだけど、まあメーカーも気の毒だなと思う。さすがにちょっと対応きちいだろうなっていうか。でもなんかだからレベルとしてはさ、まあ道歩いてたらさ、いきなりさ、なんか知らねえやつにさ、思いっきり殴られてさ、でそいつが全力で逃げてってさ、どうしようもなかったみたいなさ。まあレベルとしてはそういうレベルだよ。別にそいつに得があるかっつったらないんだけど、まあなんか、無視しててやったとかさ、人の嫌がらせするのはそいつのさ、生きがいとかさ、わからんけどさ、なんかそのレベルのことをされてるわけじゃん。で、まあ本当運がなかったよねっていう話だよね。やられた人運なかったねっていう話で終わっちゃうんだよ。で、おかしいじゃねえかって思うっていうか、思うだろうし、言う人もいると思うんだけど、究極言うとさ、現実世界もそうだから。究極言うと現実世界も、そういうの避けらんないじゃん。オリマとか実際いるわけだしさ。なんか、管理しきれないよねっていう、その人が何か悪いことするって。だから、まあよくねえことだなとは思うけど、まあ本番がオフラインでやるっていうところで、まあまあ許してくださいよっつう話はね。チート発覚に賠償とかリスク明記すれば解決しない。なるほどね。得しないじゃなくて損をするくらい何か仕組み欲しい。まあそうあるべきだと思うけどね。まあまだちょっと時間かかるんじゃないですか。そこまで行くにはね。まあだって、まあちょっと前までゲームセンターでわちゃわちゃやってたような世界ですよ。ちょっと高望みなのかなっていう気もするね。まあ競技としてのやっぱ歴史がないからね。ゲーム作ってるだけの会社だしね。まあそう。そういうこと。ただまあ、例えば、じゃあe スポーツがオリンピックの競技とかになるんだったら、まあオフでやんないとダメなんだろうなって話になってくるよね。いよいよね。てかそのチーターさ、もうなんか優勝してほしいけどね。そこまで行くんだったら。お前、優勝できるぐらいのさ、チートしろよと思っちゃうけど。でもう、動かざるを得ないさ、状況にしてくれよ。ってか、中途半端に途中で負けんなよと思う。FPS でオフラインでも USB にチート入れてきたモザイト。よくそれバレてない。アジア競技大会の e スポーツは尿検査までしたらしいです。あ、そうなんだ。あそこまで進んでんだ。チーターのコンボが安いのは、チーターが別にゲーム上手くないからでしょ。そもそも。言うて格ゲーもドーピング有効だからやるべきだと思う。いや、だからやるやつ出てくると思うよ、そのうち。てかもうすでになんか過去にやってたやつがいてもおかしくないと思うけど、それは。だからまあ、それも結局、なんちゅうか、ことが起きてからじゃないと、まあ動けないっていうか、まあ動く、なんちゅうんだろう、コストがもったいないっていうのはあるんだろうね。ドグラは8割で成功するチートとかは絶対バレない。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。確かに。フレームをもっとギリギリにするみたいな。なんか大会しにくくなりそう。まあだけど、やっぱり言うように、まあもともと歴史がないんで、だって、俺がプロになったのが2010年だよ。まだ15年っすよ。日本の格ゲーなんて、プロ。
うん、そりゃドーピングもチートもまだまだ壊滅まだいかないでしょっていう。殲滅までいかないでしょっていう。まあ、その割にはちょっと賞金とかが、こう、アンバランスに上がっていってるなっていうところはあるよね。だから出てくるやつ、やるやつは出てくると思うけどね、正直。でもそれを止める手段はないよ。止めるとしたらもう本当にもう先手打つしかない。コントローラーの規制とかもきつくなるし、まあだからある意味でゲーセンの方がフェアだったっていう話をね。ゲーセン時代の方がフェアだったっていう話をね。コントローラーに関してはね。オフラインだとチートしにくいよね。しにくいと思うよ。うん。運営側が提供するデバイス固定にするのが手っ取り早いね。まあそうね。本当に競技性を詰めてくんならそうで。ただここが難しいところで、そうするとですね、業界の、その、なんていうかその、関われる企業っていうか、まあメーカーとかが減ったりとかして、で、お金回りの問題が出てくるんだよね。まあ言ったらさ、競技性がじゃあ100点だけど、あんまお金が動かない業界と、競技戦60点だけど、金動きまくる業界って、大人は後者選ぶんですよ。シンプルに。だからもうしょうがないね。競技性がとか言ったら、じゃあお前ら仲間内でやっとけよって言われちゃうじゃん。じゃあお前ら強いと思う奴らどうして対戦しとけよみたいな。極論ね。でもそうすると、じゃあチート推奨って話になるから、まあ良くないんだけど。良くないっていうか、まあ極論言うとチートしててもいいんだろうけどね。本当に極論言うとね。メーカーとしてはバレなきゃ。それで大騒ぎになんなきゃ別にチートしてもいいんだろうけど。なんかうまくやれよって話で。競技性求めない同キャラ対戦にして。まあそう、まあそりゃそうなんだよ。実はチーターも企業だから人気がないゲームにはいないんだよ。チーターって企業なの？あ、じゃあね、買ってんの？チートって。キサさんありがとう。あ、売ってんだ。あ、へえ、そういうことなんだ。なるほどね。あ、知らなかった。みんな個人でやってんのかと思ってた。あ、そうなんだ。じゃあ、プロの仕業なのね。あ、じゃあきついよね。それはきついわ。古くは20年以上前のネトゲからあります。へー。でもさ、買ってさ、チートやってさ、優勝はできないわけでしょ。なんだかな。まあ、いくらで売ってんのか知らねえけどさ。イタチごっこ。ああ、なるほどね。裏技とかバグには興味ないぞ。興味ないね。うん。まあ、勝ちたいんだろうな。やっぱりな、ランクまでな。人気ゲーム潰す名目もあるとかないとか。確かに。別なメーカーが、あそこにチートを、なんか作りまくれみたいなさ。ありそうよね。同様潰しみたいな。バレたら終わる。確かに。